んにちは。今回は、愛知県豊田市足助の香嵐渓を訪れました。香嵐渓は日本屈指の紅葉名所で、もみじ祭りの時期にはライトアップや屋台を目当てに多くの人で賑わいます。香嵐渓のある足助は、古くから潮の道中馬街道の要衝として発展してきた歴史ある町です。潮の道といえば、前々回の動画で静岡県掛川市が潮の道と東海道の交点にあたることを紹介しましたね。実は、潮の道は中部地方だけでも9つのルートがあります。足助の道は飯田方面へ向かうルートで、現在の国道153号がその流れを受け継いでいます。一方、掛川の道は相良で作られた塩が諏訪方面へ運ばれたルートで、現在の国道152号がそれに当たります。ちなみに、国道152号には前回の動画でも触れた青崩れ峠が含まれますが、通区間のため林道などへの迂回が必要で、国道の一つとされています。前回の動画で三遠南信自動車道で青崩れ峠トンネルがついに貫通したとお話ししました。古来からの難所がついに攻略されるのを目の当たりにできるのは感慨深いものです。見ての通り、たくさんの屋台です。ここで外せないのは、五平餅。炭火で焼かれたくるみだれが香ばしく食欲をそそります。五平餅はこの辺りの郷土料理なので、どこの道の駅にも大抵売っていますね。他にもジビエを使った串焼きやフランクフルト、揚げたもみじまんじゅう、甘酒などを楽しみました。腹ごしらえの後の散策は天気も良くて気持ちが良かったです。紅葉も若葉とのグラデーションが美しく、またいつかライトアップも見に行きたいです。食も自然も堪能し、大満足できました。さて、この後道の駅に立ち寄ったのですが、動画は撮っていないので、この先はずっとドライブ映像になります。ちょうど今走っている道は国道153号、中馬街道、という名前が残っていると冒頭にお話ししましたね。中馬とは江戸時代、信州の農家が自分の家の馬を使って荷物を運んだ投資運送のことを言います。本来、街道での運送は宿場ごとに馬を乗り換える、天馬制が決まりでした。乗り換えのたびに手数料や保管料が発生し、手間もコストもかかるシステムです。そこで信州の人たちは、農作業の合間に自分の馬で荷物を目的地まで運びきる、フリーランス配送を始めました。これが中馬の起源です。やがて専業にする人も増え発展した中馬は、松本や伊那から三河地方、今の豊田市まで往復する商品流通の大動脈となり、三河でも信州からやってくる孫たちを、中馬と呼ぶようになります。その名残が、今も、中馬街道、といった形で残っているんですね。かつては馬が行き交っていたこの街道を、20馬力のバイクで駆け抜けています。後ろを走ってる車の馬力は知らないのであしからず。そういえば、ポルシェのエンブレムってハネイまで縁起が良いですよね。乗るだけでビジネス成功とか出世の場、かかってたら最高ですね。ところで、これまでアップロードした動画はチェストマウントか、ヘルメットマウントに取り付けて撮った映像です。どちらも使い勝手はいいものの、正面以外の動画は撮れないし、脱着も面倒なのがネックでした。そこで今回は新しく車載マウントを導入してみました。お気づきの通り、冒頭からいろんな場所に付け替えて動画を撮ってみています。冒頭の映像はパッセンジャーハンドルに取り付けてみましたが、正直あんまりでしたね。水平調整をオフにしておけば、カーブでの傾斜が伝わって面白くなるかもしれません。まあ、そもそも私のバイクはクルーザー寄りのライト時で、調子乗るとすぐステップつっちゃうためあまり使い版、かつ付けようがないのですが、その次はハンドルバーに取り付けてみましたが、距離が近すぎてほぼ風景は見えず、パンクな私がメインになっちゃいました。ヘルメット越しに景色が流れていくのは綺麗でしたが、運転しながらおしゃべりするわけでもないので、動画の構成的にはあまり向いていなかったですね。今後、マイクを導入することがあれば、改めてこの画角を検討してみてもいいかもしれません。
今のこの映像はリアキャリアに取り付けてみました。前方が車で詰まっていたので、同行者の車を撮ってみようと思って。でも、私の急停車に備えてかなり車間を開けられててウケますね。めっちゃ遠い。でも、風景としてはリアに取り付けも結構ありですね。私の動画は、コンナレーションをつけちゃって、車両とか運転メインじゃないので、今回は純粋に車メインの映像も作って、別途ショート動画としてアップしました。そちらもぜひチェックしてみてください。この後は再びハンドルバーに取り付けて前方を映しましたが、こちらもなかなかいい感じに撮れましたよ。他にもエンジンガードの上部につければ、地面が近く迫力ある映像が撮れそうです。今後も色々試してみたいと思います。緩和球大、文化のお話に戻ります。先ほども少し触れましたが、この地方は山岳地帯でありながら、古くから街道として栄え、山を越えて文化が行き交ってきました。三遠南信地域の潮の道では物資だけではなく、文化の往来も活発になり、神楽や田楽等を中心とした独自文化が開花。現在でもその特徴的な民族芸能が伝承されています。三遠南信地域は、日本民族学の祖である柳田国男が強く関心を寄せた場所でもあります。柳田が注目したのは、いわゆる、教会の文化で、県境や山の境に広がる地域は、都市化や近代化の影響を受けにくく、文化が混ざり合いながらも古い信仰や生活文化が残る特別な場所と考えました。中馬街道や破街道が通るこの地方は、まさにその条件に重なる、教会文化圏であり、柳田は、山村の民族が最もよく残る地帯であり、信仰暮らし言葉が連続する一つの文化圏として高く評価し、日本の山間文化の原型として調査研究対象としました。私が大好きな五平餅も、こうした教会文化の一例だと思います。五平餅は三河、飛騨、美濃、南信など、山間部を中心に広く発達した郷土食で、神事の供物となる地域もあり、山間文化と深く結びついています。山仕事や長旅の際に携行された保存食が起源とされており、今回訪問したアスケの中馬たちが携行していたという説もあります。アスケのある豊田市は現在、五平餅のお店が50店以上ある五平餅ひしめきエリアで、トヨタの五平餅学会は豊田市の山間部が五平餅の起源の可能性が高いと見ているそうです。興味深いのは、五平餅のタレの違いで地域文化の境界が見て取れる点です。三河では、醤油と味噌にごまやくるみを加えたもの、飛騨では味噌ベースのもの、南信州ではくるみだれのもの、美濃では醤油と味噌のミックスのものが主流とのこと。また、私は五平餅といえばわらじ型を想像しますが、地域によっては団子型、丸型、木の葉型など様々です。このような分布は、まさに柳田国男の言う、集権性を示す具体例と言えるのではないでしょうか。ちなみに、2025年は、柳田国男生誕150周年にあたります。民族学の魅力は、言葉や食、街道、祭りなど、日常の文脈から歴史の連続性や地域間のつながりを見出せるところだと思います。生活の中に刻まれた歴史の足跡をたどり、文化の奥行きを感じられる瞬間は特にワクワクしますね。私自身、埼玉からこの歴史深い地域に移り住み、アウトサイダーとして街道や文化をフィールドワークをしているかのような気分で楽しんでいます。日常の風景や食べ物、祭りの一つ一つが過去から現在へとつながる文化の証であり、それを感じられることで物事をより深く味わえるように思います。地域の文化や歴史を学びながら、この土地をより深く知っていく楽しさを共有できたらと思います。ということで、今回のルートはこんな感じ。さっきまで走ってたいいワインディングの道はささぐれもみじ街道です。ほとんど車走っていなかったので、穴場ドライブスポットだと思います。帰りは群馬、水車の里という道の駅に寄りましたが、そこに至るまでの県道9号は車はきつそうです。今回もご視聴ありがとうございました。